はいどうも IC ペンギン号です。今回はこちらブラックピンクデッドライン東京ドーム公演3日間行ってまいりました。というわけでね、ライブ前の、様子をこちら動画で流しておりますけれども、で初日はなんともうジェニーが誕生日で、なんとも記念すべき日にねライブ行けて、もうすげえラッキーでしたよ。もうこちらもちゃんとねソニーミュージック、ソニーレコードからねきちんと広告が出されてるというね。こちらはね相変わらずファン広告ですね。有志が出してる。でドームの中の様子ですね。こんな感じで液晶にツアーの絵が使われております。でここがもう東口出てもすぐねスーパードライの広告がありまして、こっちは後楽園駅の方ですね。こんな感じでやっぱりスーパードライの広告が出ておりました。でこちらが終演後ですね。余韻に浸りながらカメラでもう撮ってる状況でございますよ。というわけでね、ブラックピンク3日間ライブ行ってきました。いやもうねチケットを取るのもなかなかね大変でしたね。一時のファンクラブ選考で、もちろん全日程、もう第一希望はもちろんブラックピンクシートで、申し込んだんですけど、もちろんね取れずで席は。いやーでもね取れないっすよね。でで一時の選考で結局取れたのが日曜日の本当もう A 席いっちゃもう天井っすよね。天井の席でもう一次選考でもうほぼほぼもう一日しか行けねえかみたいなすげえショック受けてたんですけど、チケットもねもう何回応募したか分かんないっすもんね。でもうめちゃめちゃもう多分先行抽選はもう全部申し込んでようやくね金土っつって金曜日も A 席だったんですけど、土曜はB1、結構見切れ席みたいな感じのねとこだったんですけど、そこが取れてなんとか3日間行ってって感じでね、ライブがもう楽しめたわけですけれども、いや何はともあれね、もう本当にもうこちらのヘッドライナーやってるぐらいだから、もう本当に K-POP アーティスト、ただの K-POP アーティストじゃなくても本当ねワールドワイドポップスターなんでね、ちょっと本当にいわゆるガイタレのねテイラー・スウィフトとかもそのレベルのワールドクラスのツアーって感じでしたよね。ライブ自体も1曲目がねキル・ディス・ラブですよ。私がねちょうどもうだいぶもう全然 K-POP もちょろちょろしか知らない時にもう一発聴いてもう衝撃を受けて、なんだこの
パンチのある曲はつって、キルディスラブでも結構もうそっからブラックピンク聴き出してって感じなんで、本当に思い出深い一曲がね、3日間全部、今回のツアーも瀬戸りがキルディスラブ始まりで多分統一してると思うんですけど、そっから始まってなかなかもう感慨深いですよね。でもやっぱね、今回のツアーの目玉っつったらやっぱ各々のやっぱソロパートだったんじゃないかとね、個人的には思ってるんですけれども、やっぱり皆さんしっかりフルアルバムソロで出してのツアーだったんで、いやーもうソロパートがもうめちゃめちゃね素晴らしかったもんね。もうジスのソロパートから始まって、ジスやってリサやってでジェニーロゼかってやってって感じで、そもそもねもうなんか皆さんあんだけのねもうソロでもめちゃヒット曲で曲出しちゃってるからさ、もうリサもねこのテンラね見てわかる通り、リサ推しなんですけど、もともとね、リサ可愛いなっつって、ハマったってのもあるんでね、あとリサのね去年のねファンミもね奇跡の当選して、それもいけてるってのもあって、リサ推しってのもあるんですけど、でもリサもね初日2日目はソロパートセットリスト一緒だったんですけどね、3日目はちょっと変えて、初日2日目がねドリームをね、PV ねケンタロウですよ、ケンタロウドリームやってニューマンやって、ほいでロックスターか。いやロックスターぶち上がりますねあれもリリックもねリサ Can you teach me Japanese? I say hi ですからね、もうはいするよね、はいですよ。いやもうぶち上がったね。やっぱリサええなあの曲が。いや個人的に欲を言えばね、ファックアップザワールドもちょっと聞きたかったんですけどね。ATL ジェイコブしたかったけど。ATL ジェイコブフューチャーのねフローも聞きたかったけど、いやでも自分のパート以外流してなかったかな。ニューウーマンでロザリアのパートは確か音源流してなかった気がする。だからフューチャーのフロアどっちにしろ聞けなかったんだけどね。でジスリサのソロパートやってブラックピンク本編つかブラックピンクの曲に戻ってみたいな。でプリティサベージ Don't know what to do。 あとウィッスルね、ウィッスルよデビュー曲ねやっぱねウィッスルなんか改めてライブで聴いたらすげえ好きになっちゃった。デビュー曲だしね、意外と結構やっぱライブでちゃんと聴いたらね乗りやすくて、前回の来日の時はちょっと諸事情でね
東京ドーム公演は行けなくてね、大阪公演行ったんですけど、京セラドームに。その時はまだもう本当に初ブラックピンクライブでもあんま記憶にもなかったし、興奮しすぎて記憶が曖昧なんですけど、しかもね、ジスがね、コロナでちょっと出れなくてね、そのちょっと残念な気持ち半分みたいなね、ちょっと今回もね、ドーム3日間も何としてでもちょっと3日連チャンで行きたかったわけですよね。で話が飛んで、ライブの話ですが、でブラックピンクの曲ちょろちょろやって、でその後ジェニーか。いや、やっぱライクジェニーのね、盛り上がり方っつったらえげつなかったっすね。いや、えげつないわ。かくいう私ね、ここにね、ジェニーと全く一緒のほくろがあるっていうのは自慢なんですけどね。しょうもない自慢ですけど。いや、ジェニーはなんかもうほんとカリスマっつうか、カリスマ性がもうえぐかったね。いやー、あんなかっけえレイディーがね、いるんやなーつって。初日もね、すごいなんか誕生日なんでハッピーバースデーな、お祝いね、ブリンクと一緒にハッピーバースデー歌ってね、雰囲気もすごい良かったし、なかなかね、ピンポイントで誕生日でライブってのもなかなかないと思うんで、貴重な体験でしたね。で、最後のソロパートはですね、ロゼっすね。ロゼはね、もちろんもう、もうアパツっすよね。でも個人的に結構かなりアルバム聴き込んだ方なんで、全員が全員のね、ソロアルバム結構聴いてたんですけど、その中でもやっぱジェニーとロゼのアルバムはかなり聴き込んでたんで、まずね、ロゼのライブはGMO ソニックでも1回見てるんでね、それも去年の GMO ソニックで、ロゼも見てて、あのライブもね、めちゃめちゃ良かったですからね。で、3日目がナンバーワンガールね、1曲、クラシックギタリストのね、村地香織氏をね、ゲストに入れて、いいギター弾いてましたね。すげえ良かったっすよ、ナンバーワンガール。全然もうクラシックギターの繊細なね、奏法で、あれも素晴らしいっすよね。いや、素晴らしかった。ナンバーワンガールね。で、やっぱトキシックティーズエンドもね、もう大好きっすよ、あの曲。あの曲めっちゃいい曲やもんね。いや、マジでいい曲なの。改めて聴きまして。やっぱね、なんかラジオ収録かテレビ収録からなんかでね、アウトロでね、ワンダーウォールを歌ってるね、映像がすごい印象的でしたけど、今回のライブでちょろっとなんか歌ってくれるかなってちょっと期待したんですけど、さすがに歌ってやくんだからですね。で、もうとどめのアパツですよね。もう皆様のね、ソロパートの締めといったらもう、いやもうこの流れも最強すぎるじゃろみんな
いや、もう本当になんかもう、ビートルズのライブでもみんなね、ソロヒット曲歌うようなもんすからね、あんなもんはもう、すげえよ。それをね、まあ、チケットの値段で見れるのはもう、破格っす。で、まあ、ソロパート終わってね、怒涛のヒット曲連打よね。ジャンプやって、ブンバヤやって、もう、ここら辺からもう、なんか、クラブパートみたいな感じで、ジャンプだっけな、レーザーえぐくて、まあ、GMO ソニックもびっくりなぐらいのレーザー持ってきて、いや、あれビビったわ。いや、もう照明えげつねーっつって、マジで。でもジャンプ、ブンバーヤー、ドゥ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 、ドゥ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 。また、As If It's Your Last ね、Forever Young、ここら辺はもう、超ヒット曲メドレーですからね。で、まあ、締めのトロッコで締めみたいな感じで。いや、もう、最高ね。まあ、本当に、もう本当のガチのワールドクラスのエンターテインメントって感じで。いやー、痺れましたわ。相変わらずね、皆さん、めちゃめちゃ可愛いしね。私もこの、Pink is new black この広志藤原とのねフラグメントコラボの T シャツを着てもうライブ参加しましたけど、いやほんとね、もう次いつ来るかって感じだからね、もう本当に今回は死ぬ気でチケット取ったわけなんですけど、まあでももう来月もアルバム出るわけじゃないですか。なかなかね、今後のツアーとかどうすんの？普通はね、アルバム出してそのプロモーションでツアーするみたいなノリが普通だから、どうするんですかね。もうね、そのツアーもねちょっと見たいんですけどね。ぜひツアーでやっていただければ、早いうちにでも再来日してほしい所存ではございますよね。はい。てなわけでね、今回はもうブラックピンクのライブレビュー動画、ちゅうわけでね、はい、今回はこんな感じで動画終わりたいと思います。ちょっと今ギター動画ちょっと撮りためてるんで今月もうちょいなんか 2,3 曲ぐらいねギター弾いてる動画出せたらなと思ってるんで、はい、あとはね、来月出るブラックピンクの、デッドラインアルバムなんですかね。アルバムの曲でねちょっとギター弾けたらなって思ってるんで、弾いたらぜひご視聴ください。はい。で、今回はご視聴ありがとうございました。ブリンクの皆さん、はい、良き音楽生活を送ってください。では、バイ。